Meshtabi. This program brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai, Morioka Hanamaki Iwate Kaiwai Gurume 10 de. Let's get it started. 1. Miyako. Chuka Soba Tarafuku. かっこいいね、一本勝負。ほんとこれしかないのね。出てくるの早いよね、ラーメン。長浜ラーメンみたい。みんな茹で加減と個数言いながら入ってくる。ね、ラーメンはこれでいいと思う。美味しいスープだった。永遠に飲み続けられるやつだ。ほんと不思議なラーメンだよね。食べるにつれ麺がどんどん増えてくるの。でもカップヌードルっぽい麺がなんかハマりますわ。やばいわ、普通の倍近いんじゃないかな、麺量、ただでさえ麺量多くてぱないのに早く食べないと伸びてきて、さらに麺量増える。マジ食いきれなかったね。私は半分がやっとって感じかな。フォーエバー飲める系の優しい美味しいスープに独特な食感の縮れ麺、癖になるの分かるわ。動力なんよ、幅広いお客さんで溢れてたね。2. Morioka. Jajaya Menko Jan. 5回目のジャジャ麺にして初めて正しいルールで食べれた気がします。行列ができている店だとチータンのタイミングとか難しいんだよね。ねえ、美味しいね。締めにいいよね、チータン。丁寧に説明してもらってよかったよ。行列店だと聞きづらいもんね。忙しそうだし待ってる人たくさんいるから。前回のお店すごい行列だったからね。すごかったね。岩手の三大麺、冷麺、わんこそば、じゃじゃ麺の中ではこれが一番だな。確かに生姜たっぷり、卵にネギ、体に優しいチータンスープ。遅くまで空いているのが嬉しいじゃじゃ麺。盛岡のみの新名はじゃじゃ麺、チータンタンで決まりだぜ。はい、チータン、幸せはそれチータン。3. Morioka. Fukuda Pang. やっと来れた福田パン。そしてメニューの多さにびっくり。ほんと何種類あんだろうね、これ。まずは人気のあんバター。あんこの塩気が強いんだけど、これが癖になる。ペロッといけちゃう。食い出すと止まんないよね、あれ。惣菜パン系も素敵。ポテサラマスタードとのマリアージュされたきんぴらパン最強。パンが違うね。なんか独特の食感だよね、このコッペ。給食のコッペとはまるで別物だった。違う、意外と表面はしっかりした歯ごたえがあって中はふわふわ。ここメニュー完全制覇するの大変そうだな。めっちゃ種類多いもんね。地元のスーパーでも売ってたよね。そうそう。あと盛岡の高校の売店でも売ってんだって。羨ましいぜ。4. Hanamaki. Maru Kanbil Dai Shock Door. 前回ここを訪れたのは菊池雄星くんが花巻東で甲子園を沸かせていた頃でしたね。当時は確かこのソフトクリーム160円だったような気がします。何年前だろう。最近でしょ。いやもう雄星くんも30歳ですからね。もうそんなになるの。花巻はそこら中に菊池雄星と大谷翔平の写真やサインが飾ってあるよね。花巻の誇りだもんな。すごいよね。この町から世界的な歴史に残る野球選手が出てるんだよね。そうだよ、日本の誇りだよ。しかしすごい行列だったね、オープンから。この町のどこから湧いてきたの、あの人たちは。いや懐かしいですね、あの感じ。デパートの最上階の食堂でごちそうを食べるという昭和の風物詩。おじさんの知ってる範囲ではここにしか残ってないと思うな。そうなんだ。これは量が多くって2人でも食べるの大変だったね。大変。観光地なら5、600円取られるやつだよね。ここマルカンビルは2016年6月に閉店した花巻で43年間地域の人々に愛され続けたマルカン百貨店を地元の若手経営者らがリノベーションまちづくりの一環として復活させたものなんだって。そうなんだ。なんかいい話だね。若者たちの手でこのレトロな空間が蘇るって素敵じゃない？全くだ。
子供の頃テンションが上がったデパートの大食堂リバイバル、おじさんも童心に帰らせていただきました。ありがとう。ありがとう。5. Hanamaki. Kappa Hang Teng. マジ怖いもの見たさみたいな感じですよ。写真で見たときマジ吹いた。やってくれましたね、カッパ飯店さん。チャレンジングなメニューに大喝采です。どうしてああしようと思ったのかな。受け狙いかと思ったよね。普通に美味しかった。はい、カレーと焼きそばありです。麻婆豆腐が意外にも本格的で美味しいの。そして焼きそばももやしシャキシャキで美味しかった。焼きそばマジうま。ご飯と焼きそばは合わないと思うけど、カレーが仲人になって一件落着みたいな。あら、ご飯と焼きそば私はありだよ。この炭水化物飴が見た？あの人大盛りチャーハンと焼きそば大盛り頼んでた人。見た、笑ったわ。蓬莱のチャンダイほどではないけれども爆裂してたね、あのチャーハンも。メニューも量も漫画みたいなお店だったね。でも味もしっかり美味しくてよかったね。また食べたい、あの焼きそば。食べたい。おやすさん、また攻めた面白いメニューお願いしますよ。お願いします。6. Oshu. Te Uchi Soba. Wa. お目当てのランチセットは売り切れてしまってた。ありゃ残念だね。そばシフォンとそばアイスのセットの店でしょ。そう。人気なんだな。珍しいよね。そばアイスはよくあるけど、そばシフォンは初めて聞いたな。そうなの。でもメインはお蕎麦なんで。確かに。香りがしっかりしてて喉越し最高。私好みです。つゆはちょっと濃いめなんだけど、辛味大根の辛味が調和してくれるんで、ただ大根の入れすぎには注意です。ところで岩手県って本州で一番広い県だって知ってた？だからどこのコンビニの駐車場もバカでかいのかな。確かに。ちなみに2位は？福島。3位は？長野。7. To-no. To-no Shokniku Center. お肉屋さんが営む仁義屋さん。東北で仁義？って思ったけど、本場北海道から来てね。どれどれ、ちょい斜め上から見た感じで食べてみたけど、いや美味しいですよ。北海道の名店に負けてない。どころか大概の店には勝ってるかもしれませんね。ほんと食べてびっくり。お肉のコンディション最高。特製だれも辛口、中辛、甘口と選べるんだよね。これが北海道にはないタイプのお味で美味しかった。うまかった、私は辛口が好きだな。辛口だね。甘口もフルーティーで意外にうまかったよ。羊のスペアリブは恥ずかしながら初体験。はい。油が甘くてうまかったね。ねえ、美味しかった。骨までしゃぶり尽くしちゃいましたよ。なんか濃いな。岩手ってお肉美味しいよね。だけどなんでジンギスカンが北海道でって思ったことない？あるある。どうしてなんだろう。明治時代、政府が国防上軍服や警官服の資材として羊毛の国内需給を図るため5カ所の収容所を設けたのさ。後に輸入の羊毛に押され国内の収容所は次々と閉鎖されたんだけれども、北海道の月寒と滝川収容所だけが残されたのさ。主に羊毛需要のための羊さんだったんだけれども、滝川の収容所の羊さんに目をつけた滝川の松尾ジンギスカンが火付け役になってじわじわと広まり、そして普及を加速させたのがベル食品のジンギスカンのタレってわけさ。なるほどね。タレ1箱に1枚鍋をつけてセット販売したのが大ヒットのきっかけだそうだよ。そんなのあったんだ。そんでね、5カ所の収容所の一つがここ遠野市にもあって、北海道と同じようにジンギスカンが昔から食べられていたってわけ。そっか、道理で美味しいはずだよね。8. Ichinoseki. Kako Dango. 気になる。好きだね、こういうぶっ飛んだエンターテインメント。楽しい。渓流を挟んだ対岸に茶屋があって、
で貼られたロープにぶら下がってるカゴにお金を入れて、お金を入れると引っ張り上げてそこに団子を入れて返してくれるっていうシステムなんだよね。そうそう、木槌で板を叩くとおじさんがカゴを引き上げてくれるんだよね。つったってあれ何、780ヤードあるよね。ヤードってある。よく聞こえるよなあれ、川っていうか滝みたいな渓流だから水の音うるせえし、見えんのあれ視力 3.6 とかあるのサンコンさんみたい。カゴの中に洗濯バサミがついててちゃんとお札を挟めるようになってるんだよ。考えたよね。おじさん一人でやってんのかなこれ。おじさんの上腕二頭筋やばそう。やばそう。二の腕太しくになってんじゃね。エンタメ重視の普通の団子なのかと思いきや、団子がこれうまくてビビりましたね。美味しかった。あの団子、ごま団子めっちゃ最高。マジ人生で一番美味しい団子だった。茶屋に黄色いハンカチ札みたいなのが出てる時は販売中止のサインなのであしからず。ケンさんの幸せの黄色いハンカチみたいだね。残念の黄色いハンカチ。9. Oh Shu Yuan。超美味しい。この門前わさび最高。門前わさびうまかったね。なんかツーンってくる感じではないんだよね。なんか爽やかな感じの辛さだったね。めっちゃうまかった。牛タンもめっちゃ美味しかったね。うまかった。あの牛タンマジうま、ヤバうま、星うま。ヒューマンね、姉ちゃん、ヒューマンもみだれが北海道にはない味噌味でね、あれ珍しいよね。初めてだったよね。ささっと焼いた肉にあの甘めの味噌味とね、門前わさび乗っけて食うとこれが飯に合うのなんのってやばうま。ヒューマン。今度家で焼肉やるときはこれだな。ああそうね、味噌おでんっぽい味だもんね。やってみるね今度。頼むで。へい。この値段でこのパフォーマンスはすごいですね。美味しすぎる。この町に住んだら太いわ。これ以上はやばいぜよ。鶏もも品切れてて悔しい。何ももですか？鶏もも品切れてて悔しい。次回は予約してこなきゃ。だな。10. Morioka Yamaya。ここ楽しみだったんだ。そば打ちを眺めつつ打ちたてが食べられるっていうのはいいね。引きぐるみさらしな脱炭っていう3種のそばを2人で3枚って注文ができるのがいいよね。ああ、同じつけ汁で食べ比べるとはっきりわかるね。めっちゃうまかった。てっきり自分はさらしな派だと思ってたけど、いやいや引きぐるみが最高にうまいじゃねえか。引きぐるみっていわば田舎そばのことなんだよね。そうだね。一般的な田舎そばとは全然イメージが違った。そうね、同感。脱炭も引きぐるみも美味しかったわ。そして外せないのがゲソ天。ゲソ天天才。天衣が軽く220円ってめちゃめちゃ良心的じゃない？安すぎる。ゲソ天6個ぐらい頼めばよかった。それ以上油切らないで。ね、姉ちゃん。ところでさらしなってそばの実の中心の 15% しか取れないって知ってた？ 15%？ お客様の中でお医者様はいらっしゃいますかの確率より低いじゃねえか。そんなにいる？お医者様の確率いるのさ、これが。70%。医者めっちゃ飛行機乗る。大吟醸みたいだね。要は貴重で贅沢品ってことだね。本当だね。引きぐるみはそばの香りがダイレクトに感じられるし、こうして3枚食べ比べるとそれぞれの特徴が分かりやすいよね。脱炭は血と苦味があったわ。そういえば脱炭ボヨヨンボヨヨンって CM あったよね。知ってる？あったね。なんだっけ？ピップ藤本ダダン。ピップ？エレキバンの？だ。Chikaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabasai Sendai Gulmat Death Otanoshimini See you soon。結構外国人がインターナショナルな感じのバーで明け方まで飲んでた時に、
アメリカ人のねジョン・トラボルタニのアメリカ人ちょっと名前忘れちゃったんだけど結構年が近くて、そいつもギターが好きで、ジミー・ヘンがどうとかスティービー・レイ・ボーンがどうとかでいつもそういう話をしながら、ちょっとマスターこれかけてくれとかって言いながら酒を飲むのが楽しみだったんだけど、そいつとずっとこうやって喋りながら飲んでて、後ろにロシア人のでっけえやつが立ってたのは覚えてんだけど怖いね、まああんまり英語が通じないやつが多いから、ロシア人はそうだね、あんまり気にしないでこう飲んでたら、視界が急に開けたんだよね、俺と思って振り返ったら、大の字になってそのロシア人が床で倒れてて、なんでそんなに飲んだのか知らないけど、いやおいおい勘弁しろよと。で、マスターがちょっと外に出すから手伝ってくれっていうので、そのアメリカ人とマスターとでかい図体を抱えて出そうとしたら、コートの内ポケットからねカラカラカランってねなんか落ちたの、で振ってみたらピストルなわけよ嘘でしょなんだこいつはモデルガンの趣味かと、なんでモデルガンなんか持って飲み歩って思ったら、そのアメリカ人のやつが拾い上げて、おこれはリアルガンだったのやばっつって、俺にちょっと撃ってみていいかっていう、そのアメリカ人ダメ壁の段ボールのとこに撃つから大丈夫だって、ダメっつってもう大騒ぎになるよそんなのっつって、もう慌ててそいつの内ポケットにガンしまって、外に出して、マスター鍵かけろ鍵っつって、その後どうなったか知りません。